こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初に登録しておいていただきますと、他の関連動画も見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、油の話の、続きなんですけれども、取ってはいけない油について、お話をしていこうと思います。いろいろですね、こういう油がいいとか、こういう油は良くないとか、いろんな意見とかいろんな説とかが、あると思うんですけれども、あまり取らない方がいいよ、選ばない方がいいよっていうふうに言われている油の中でも特にですね、もうここだけは絶対に抑えときたいというか、これだけは絶対に絶対にというとちょっと難しいところなので、なるべく取らない方がいいです。もう積極的に取るべきではもちろんないですよっていう油についてお話をしていこうと思います。2つあるんですけれども、まずはこのトランス脂肪酸ですね。これについてお話をしていきます。トランス脂肪酸って、結構そのテレビとかでもよくピックアップされたりするので聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、ちょっとですね、自然界にはもともとない油、人間が人工的にですね作った油、それがトランス脂肪酸なんですね。どういうものかというと、常温で置いとくと固体である油、いわゆる植物性の油ですね。植物性の油にですね、水素を添加します。で水素を添加することによって、もともと植物性の油なので、不飽和脂肪酸ってやつですね。不飽和脂肪酸なので、液体の状態の油に水素を添加することによって、その油が固体の油に変わるということが起きます。水素を添加して固体の油脂にしている、それがトランス脂肪酸なわけなんですね。なんでこんな、油を作るのか、水素をなぜ添加するのかというとですね、不飽和脂肪酸、いわゆるこの植物油というのは不飽和脂肪酸という油脂なんですけれども、不飽和脂肪酸というのは、飽和脂肪酸と比べると酸化しやすいというデメリットがあります。これ前回の動画で飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の違いっていうのを説明したので、そのところがですね気になる方は前回の動画を見ていただくといいと思うんですけれども、ざっくり言うと、飽和脂肪酸っていうのは動物性の油脂に多く含まれているもので、例えばお肉の脂身だったりとか、あとはバターとかラードとかそういったものって、常温でだいたい固体ですよね。固体になってます。で、加熱すると溶けて液体になるんですけども、それが飽和脂肪酸です。で、反対に不飽和脂肪酸っていうのは植物性由来の油に多く含まれている油脂でして、で不飽和脂肪酸は常温で液体なんですね。液体をしている植物性の油は不飽和脂肪酸ということになります。で、その不飽和脂肪酸っていうのは飽和脂肪酸に比べると酸化しやすいわけなんですね。なので、この植物性の油っていうのは酸化しやすいので、あまり日持ちがしないんですよね。基本的に油っていうのは生鮮食品と同じっていうふうに考えていただいた方が、本来はですねいいんですけれども、置いとけばどんどん酸化して劣化していくわけなんですね。で、その飽和脂肪酸、固体である飽和脂肪酸に比べると植物性油なんかは酸化しやすいので、それを酸化しにくい、要は日持ちする油にするためにこの水素を添加して、固体の油を作って、いわゆる飽和脂肪酸みたいな油を作ってるということなんですね。常温でも固体でかつ酸化しにくい飽和脂肪酸に似た油をこの水素添加によって作っているというのが、トランス脂肪酸なわけなんですね。
でそれって非常にこの不自然な油なんですよね。油って普通は、何か原料があってその原料から、何か絞るとか、してこう抽出していくものなので、もともとその元々の材料原料に合った油分を抽出しているっていうのが油なんですけれども、このトランス脂肪酸の場合はもうその元々の油に水素添加という人工的なものを施して、かなりですねこの構造を変えてしまっているというちょっと変な油なんですね。なので食べ物なのかどうなのかって言われると、若干食べ物じゃないよねっていう、種類分けになってくるような、イメージですよね。でそういった人工物ですので、もちろんその分子構造、これも前回の動画でお話ししたんですけれども、油脂には、脂肪酸というんですけども、脂肪酸にはその分子構造があって、いろんな構造をしてるんですけど、結構油の分子構造ってシンプルな構造なんですけども、それがトランス脂肪酸になるとちょっとなんていうか形が変な風に曲がっているというか、いびつな形になっているんですね。なので、そういった自然界ではありえないような構造をした物体が人間の体の中に入ってくるとどうなるのかっていうのをですね、考えると、普通に考えたらなんかちょっと良くないことが起こるんじゃないかなっていうふうに思うのが自然だと思うんですね。で、実際ですね、このトランス脂肪酸を大量に摂取することによって、いろんな害が人間の体にとって、健康被害ですよね。いろんな健康被害が起きてくるというのはもう科学的に研究で分かっているわけなんですね。動脈硬化だとか、虚血性心疾患のリスクが高まるだとか、肥満アレルギー、あとは不妊になるとか、胎児にも影響があるとかですね、とにかくあらゆるもう数えきれないぐらいの害があるというふうに言われています。でこのトランス脂肪酸が含まれている食べ物っていろいろあるんですけれども、一番この分かりやすい名前で言うと、例えばマーガリンですよね。マーガリンとか、あとショートニング、そしてファットスプレッド、この辺りの、言葉っていうのは商品のパッケージの裏をですね見れば、書いてありますし、マーガリンっていう食べ物というか、商品もですね売っていたりしますので、馴染みがあるような名前なんじゃないかなというふうに思います。このショートニングとかも結構ありとあらゆるお菓子とかに入ってますよね。ケーキとかにも入っているし、クッキーとかにも入っているし、あとこのファットスプレッドっていうのは結構コンビニの菓子パンですねとかにはもう必ずと言っていいほど入っています。だいたいこういった名前のものはあんまり体に良くないものだなっていうのはなんとなく想像できると思うんですけども、これはトランス脂肪酸の塊だというものたちなわけなんですね。でこのマーガリン、ショートニング、ファットスプレッドっていう風なものから作られるこれが含まれている、ものですね。加工食品、パンとかケーキとかドーナツとか、お菓子、あらゆるお菓子とか、揚げ物とかですね、そういった食べ物、加工食品にはもう大量のトランス脂肪酸が含まれています。でそういったものをですね日々食べ続けていると、体にいろんな害が出てくるというのが分かっているわけなんですね。でもうすごく体に悪いですよっていう研究結果がもう出ているので、諸外国もアメリカとかは特にですね厳しく制限されているんですけれども、諸外国では、そういった弊害が明らかになっているのですごく規制されているんですね。トランス脂肪酸をもう絶対に取っちゃダメだと、言って規制したりとか、トランス脂肪酸の、含有量を何%以下に抑えないとダメですよっていう法律があったりとかですね、そういった形で、全面的に禁止するような動きすら出ているんですけれども、にもかかわらず、日本はですねこのトランス脂肪酸に対する規制がすごくまだ弱い、っていうのが現状なんですね。なので、日本はそんなに欧米の方と比べたらこういった脂っこいものとかをそんなに大量に食べないから、食生活が違うからっていう
理由であまり規制が広がってはいないということなんですけれども、でも結構今もう本当に欧米化がすごく進んでいるので、結構ですね日本人の食生活和食中心であってもコンビニとか、そういう外食が多い方とかですね、加工食品ばっかり食べているような方とか、お菓子が好きな人、甘いものが好きな人っていうのはもう普段から大量にこれを取っている可能性がありますので、規制はされていないから大丈夫と思っても、ちょっとそれは問題なんじゃないかなというところですね。やっぱり国が規制していないからといって安全っていうのは言い切れないところがあると思うので、自分の体は自分で守っていかなければいけないといったところですよね。なので、このトランス脂肪酸が含まれている食品はできるだけ避けた方がいいですよというところです。かといってですね、トランス脂肪酸って加工食品お菓子とか買うときに、パッケージの裏を見てもトランス脂肪酸とはもちろん書いてないんですね。なのでちょっとわからないっていうところもあると思うんですけれども、明らかにマーガリンとかショートニングとかファットスプレッドって書いてあったらそれはトランス脂肪酸ですので、そういったものを避けるっていう風にしていただくといいと思いますし、あとはこういう分かりやすい名称で書かれていなくても植物性油脂っていう言葉で書かれていることが結構多いんですよね。植物性油脂っていうのは、いろんな加工食品もどれ見ても大体植物性油脂って書いてあります。で、植物性油脂はそれは嘘ではないわけなんですね。もともと植物性の油脂に水素添加したトランス脂肪酸になっているっていうだけの話であって、原料的には植物性の油脂、植物由来の油脂を使っているから間違いではないんですけども、それは実は純粋な植物からただ絞っただけの油ではなくって、こういった加工が施されたトランス脂肪酸というパターンが多いというか、ほぼそうですよね。もしちゃんとした、絞っただけの純粋な油を使っているのであれば、植物性油脂なんていう書き方はしないのが普通です。だいたいオリーブオイルって書いてあったりとか、菜種油って書いてあったりとか、ちゃんと原料の名前で書いてあることが、一般的なので、植物性油脂って書いてあったら、それはこれだと思っていただいてほぼ間違いないんじゃないかなというふうに思います。なので、このトランス脂肪酸が含まれているこのマーガリンとかショートニングとかファットスプレッドが含まれていると、クッキーがサクサクってして美味しかったりとか、パンがふわふわっとして美味しかったりとか、するわけなんですけれども、だけどもそれを取ることによって体にどれぐらいの被害があるのかっていうことを考えるとですね、そういったものを、常に食べているということはもうお金を払って、不健康を買っているみたいな、お金を払って病気を買っている、お金を払って将来の病気を買っているっていう行動にもなっているということを、ちょっとですね、自覚した方が将来の自分の健康のためになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、トランス脂肪酸がまず第一に取ってほしくない油ですね。そして2つ目はですね、サラダ油です。サラダ油ってって思うかもしれないんですけども、もうこれ日本ではすごく一般的な油で、どこの家庭にもある感じですよね。スーパーに行ったらいろんな種類のサラダ油が売られていたりして、非常に日本人はよく使う一般的な油だと思います。なんですけども、このサラダ油というのがですね、ちょっと、厄介な油なわけなんですね。植物性の油脂を取っていく上で重要なのは、その脂肪酸、含まれている脂肪酸の種類なんですね。これも前回の動画で脂肪酸についてのお話ししましたけれども、その中でもこのオメガ6系の脂肪酸とオメガ3系の脂肪酸、この2つの、バランスがすごく重要になってきます。どちらもですね必要な油なわけなんですけれども、このバランスを間違えちゃうとちょっと良くないですよということですね。だいたいこの理想的なバランスっていうのがオメガ6が、3に対してオメガ3が1、3対1ぐらいのバランスが理想的なんじゃないかなというふうに言われています。でこのバランスがですね、現代人は
もう総崩れしてるんですよね。ものすごく崩れていて、本来3対1ぐらいが、いいですよって言われているところが、もうこれ10対1とか20対1とか30対1とかも下手したら本当にそれぐらいの、割合でバランスが崩れてしまっているっていうのが、現代人、一般的な現代人なんですね。なのでちょっとそこをですね調整していかなければいけないというのが、一つの課題と言われています。基本的にこのオメガ3が足りてないっていうのもあるんですけども、どっちかっていうとオメガ3が足りてないっていうことよりもオメガ6を取りすぎ、過剰摂取しすぎっていうところが、問題なんですね。なので、このオメガ6をなるべく減らしていくっていうことを気をつけていった方がいいんですね。でこれ、6と3と人間の体に、及ぼす影響でどういう違いがあるかというとですね、まずオメガ6っていうのは、これは炎症を促進する作用があります。で反対にオメガ3っていうのは炎症を抑制する作用があります。なので全く真逆の働きをですね、するわけなんですね。でそれを聞くとですね、炎症が起きる、炎症を促進してしまうオメガ6っていうのはじゃあ良くないんじゃないかとか、取らない方がいいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけども、実は炎症っていうのも人間の体には必要なものなんですね。例えば肌が荒れて赤くなったらそれは炎症ですし、転んで怪我してそこが赤くなったりとか痛くなったりとか腫れたりとかしたらそれも炎症ですよね。でそういった人間というのは炎症を起こすことによってここに悪い部分がありますよっていうことを知らせるというか、でそれを炎症として出してですね、でそれで治していくっていう、基準があるんですけども、なので炎症が起きないっていうのも問題なんですね。なので、炎症を促進する、炎症を起こさせるような、ものっていうのも必要なので、もちろんオメガ6も必要なんですね。なんですけども、やっぱりそのオメガ6のような炎症促進作用が強いものを取りすぎてしまうと炎症が起きすぎちゃうので、それは問題ですよねということですね。アレルギーがひどくなったりとか、皮膚炎だとアトピーがひどくなったりとか、そういったことにつながっていくので、取りすぎはもちろんダメというのがオメガ6ですね。で、反対にオメガ3が、炎症を抑制する効果があるので、オメガ6も適度に存在していて、でかつそのオメガ3も適度な割合で存在していることによって炎症をうまい具合に抑えて調節してくれるということが行われます。なのでこの2つがですねバランスよく、含まれていれば、非常にこの炎症を適度な状態に持っていく細胞膜っていうのを作ってくれるわけなんですね。油脂っていうのは細胞膜の材料になりますので、そういったものを作ってくれる。なのでこのバランスを整えていくっていうのが非常に重要になってきます。でサラダ油の話に戻りますけども、サラダ油は何がいけないかっていうといろいろあるんですが、まず一つ目、一番最初に言えるのがこのオメガ6の割合が多いということですよね。他の油脂もいろいろ入ってはいるんですけども、オメガ6の含有量っていうのがすごく多いのがサラダ油なんですね。なので毎日ですね、家庭でもサラダ油を使って、外食すると大体サラダ油を使っていると思うんですけれども、そういったところで毎日大量にこのサラダ油を摂取していくことによって、もうこのオメガ6を大量に摂取してしまう、自動的に大量に摂取してしまうということになるわけなんですね。なのでこのオメガ6を抑えていきたいっていう場合に、あまりこのサラダ油を取らない方がいいですよということになります。でこのオメガ、サラダ油ですね。サラダ油って実は日本独特の油なんですね。日本にしか売られていません。ちょっとこのサラダ油の話をしだすと長くなってしまうので、あれなんですけど、今日はちょっとその話はしないんですけども、この日本の、でものすごく一般的な、油であるサラダ油っていうのはですね、ちょっと問題がある油ですよというところですね。
でサラダ油ってどういう油なのかっていうとですね、いろんな原料を混合してあるものが多いです。菜種とかひまわりとか紅花とか、そういった油をですね原料に製造されたものすごく精度の高い油なんですね。純度が高いというか、すごく精製されている油なんですね。で複数の油をブレンドしていたりもしますし、要はこうサラダにかけて他の味をあんま邪魔しないみたいな透明度が高いというか、そういった油がサラダ油なんですね。一応このサラダ油と呼んでいい基準とかもあって、ものすごく精製されていないとサラダ油とは呼べないという基準もあったりします。なので、そういったサラダ油をですね取りすぎていると必然的にこのオメガ6過多になりますよといったところですね。でそれ以外にもですね、原料にやっぱり遺伝子組み換えのものが使われている場合が多かったりとかですね、大量に製造しますので、その大量に製造する過程で、ちょっといろんな害が生じたり、そういったこともあります。でサラダ油って結構安いじゃないですか。安く売られていますよね。ピンキリだと思うんですけれども、サラダ油って大体他の油に比べると安いです。そのオリーブオイルとか菜種油とか米油とか、そういったものに比べると安いんですね。油に関して言うとですね、安かろう悪かろうなんですね。それがもう完全に当てはまる。なので安価な油っていうのはイコール体に悪いっていうのが、本当の、正直なところというか、正確な情報だと思うんですね。でそのサラダ油の中でもちょっと健康に良さそうなパッケージとかで売ってたりするやつとかもあるんですけれども、そういうのも結構要注意だったりするんですよね。なんとかエコナとか、なんとかリセッターとか、コレステロールオフとか書いてあったりとか、そういうことが書いてある油の方がちょっと逆にですね余分なものが入っていたりとかする可能性が高かったりします。あとキャノーラ油とかなんかサラダ油って書いてあるやつよりもキャノーラ油って書いてあるやつの方がちょっと体に良さそうっていう風なイメージを持ってる方ってもしかして多いかもしれないんですけども、実は全然そういうことではなくて、キャノーラ油っていうのはただ単に大豆じゃない原料のこの品質、ですよね。品種の違い、キャノーラ種っていうものを使っているっていうだけで、特にそれが健康にいいとかそういうわけではないんですよね。なので、そういうパッケージに騙されないようにするっていうことも、必要となってきます。で結構ひどいものになると、ひどいって言ったら失礼なんですけども、本当にそれ油じゃなくって明らかに油っぽい加工食品だよねっていうようなやつとかは、パッケージの裏を見るとですね、原材料のとこにこんなものが書いてあったりします。普通は油って原材料は、菜種油だったら菜種油だけなんですよ。原料は菜種だけなので、そうやって書いてあるんですけれども、そういった加工された油の場合は、原料のとこに食用生成加工油脂、乳化剤、酸化防止剤、こういう風に書かれているものもあります。これ非常に危険ですよね。危険というか、もう何が何だかわからない、もう油なのか何なのかもうわからないっていう、品物になっていると思いますので、こういったものは、なるべくですね避けた方が無難じゃないかなというふうに思います。もうサラダ油自体がですねやっぱり大量に製造されている過程で、ちょっとトランス脂肪酸が発生していたりとかっていうこともありますし、いろんな害がありますし、そういったことを踏まえてですね、もし毎日の料理にサラダ油を使っているっていう方が、おられましたら、ぜひですねちょっと見直しを行っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回は、取ってはいけない油ですね、なるべく取らない方がいい油についてお話ししていきました。次回も、油のお話をですね引き続きしていきたいと思います。ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。